はい、GDY の服部です。よろしくお願いいたします。今日はね、楽しいイタリアワイン講座の第4回ということで、今日はね、マルケ州のね、DOCG についてお話ししますね。マルケ州ですけども、左を見ていただくとね、ちょうどね、イタリアの真ん中あたりにある州ですね。東にね、アドリア海を有している風光明媚の場所ですね。で、右側がですね、マルケ州の DOCG で5つあります。一つがですね、カステリディイエージ・ベルディッキオ・リゼルバというね、DOC ですけれども、ベルディッキオといえばマルケの城ということで、日本にもね、かなりの数入ってきてますから、皆さんおなじみかなと思います。で、二つ目がですね、ベルディッキオ、同じベルディッキオですけれども、ベルディッキオ・ディ・マテリカ・リゼルバというね、DOCG です。で、三つ目がね、コネロって言いますね。ちょうどね、紫色の部分ですけれども、このアドリア海沿いにですね、アンコーナっていうね、素晴らしいね、街があります。ここはね、遺跡とかあってね、あと海に面してるんですけれども、リゾート土地ですが、非常にね、楽しいというかですね、綺麗な街ですので、もしこの辺り行くことがあれば、絶対外せない地域かなと思います。で、4つ目がですね、薄い紫ですね。ベルナッチャ・ディ・セラ・ペトローナというね、DOC です。で、5つ目が、右下のね、オフィーダという、合計ね、5つの DOCG があります。まずね、カステロ・ディ・イエージ・ベルディッキオ・リゼルバをね、紹介します。長い名前ですね。カステル・ディ・イエージ・ベルディッキオ・リゼルバ。ただね、略すとね、意外と短いです。カステッリは城のことですから、イエジ城のベルディッキオ、訳せばそういうワインですと。で、海に面してまして、海のベルディッキオと言われることが多いですね。その通りですね、非常にね、海鮮に合うと言われています。主なね、DOCG の決まり事ですけれども、ベルディッキオの品種は85%以上、熟成は18ヶ月ということになっています。日本で買える推奨ワインですけれども、もうこれしかないかなと思います。ウマニロンキですね。ウマニロンキのプレーニオ・ベルディッキオ・ディ・カステリ・ディ・イエージ・クラシコ・リゼルバというワインです。コスパもね、いいですし、素晴らしいワインです。長熟もします。でね、このベルディッキオに関しては、イタリアワインの土着品種を楽しもう7番目でもね、ご紹介してますので、ぜひ参考にしてみてください。ではね、2つ目いきますね。はい、2つ目はね、ベルディッキオ・ディ・マテリカ・リゼルバですね。マテリカですけれども、マテリカっていうのは市の名前でね、マテリカ市のベルディッキオという名前です。先ほどのね、ベルディッキオ・リゼルバ、カステルディエージですね。こちらの方がですね、海のベルディッキオということで、こちら逆にね、海に面してませんので、山のベルディッキオというふうに言われています。ただね、味に関しては正直ですね、ここが違うっていうのはなかなかないですね。当然ね、カステーリディエージュもね、内陸部の方もありますから、そういった意味では、そこまでの違いっていうのは私は感じません。で、ベルディッキュ85%で熟成18ヶ月以上ということですね。日本で買える推奨ワインは、あんまりないですね。DOC のベルディッキオ・ディ・マテリカはね、結構手に入るんですけれども、マテリカ・リゼルバとなると、モナチェスカですかね。ラ・モナチェスカのベルディッキオ・ディ・マテリカ・リゼルバ・ミルムというね、ワインですね。はい、3つ目はね、先ほど言ったアンコーナーの付近にあります、コネロというね、DOCG です。でね、先ほどの2つはね、白ワインでしたけれども、こちらはね、赤ワインです。モンテプルチアーノがね、85%、それからサンジョベで15%までということで、熟成期間は2年となります。これね、素晴らしいワインが日本に入っています。はい、ウマニロンキです。これもウマニロンキになりますけれども、ウマニロンキのクマロ、コーネロ・リゼルバというね、ワインです。これね、値段もね、手頃ですので、ぜひ試してみてください。はい、こちらね、4つ目の DOCG ということで、ベルナッチャ・ディ・セラ・ペトローナっていうね、DOCG です。これなんですけど、ベルナッチャという品種をね、85%以上使って、ワインはね、スパークリングの赤、辛くした甘口があるそうです。が、正直言って私、現地でも見たことなかったですし、今までね、飲んだことも見たこともありません。
調べたらね、日本に入っているみたいですが、まあ、限られたところで見るワインなのかなというふうには思いますけれども、まあ、とにかくね、スパークリングも DOCG としてあるということです。はい、こちらですね、最後の DOCG。オフィーダというね、DOCG です。これはね、少しややこしいですね。3つあります。オフィーダペッコリーノですね。それからオフィーダパッセリーナ、白ぶどうの品種になりますね。こちらが2つと、最後はオフィーダロッソというね、モンテプルチアーノね、85% 以上ということで、白が2つに赤が1つです。でね、イタリアのね、土着品種を楽しもうで、ペッコリーノとパッセリーナはあります。DOCG、このオフィーダに関しては、DOCG というよりも DOC がほとんど日本であるんじゃないかなと思いますね。まあ、オフィーダというところであれば、まあ、こういったね、場所があるんだよというところで、ぜひね、オフィーダのね、ペッコリーノとね、パッセリーナは結構入ってますんで、ぜひね、試してみてください。で、今日はね、これで終わりますけれども、マルケ州のね、DOCG でした。マルケ州ね、アンコーナをね、中心としてとっても綺麗なところです。食事も美味しいですし、海鮮も美味しいですし、ベルディッキョも美味しいということで、ぜひね、この辺り行く機会があればね、マルケ州楽しんでほしいと思います。それでは失礼いたします。